赤いろうそくと人魚。小川未明。人魚は南の方の海にばかり住んでいるのではありません。北の海にも住んでいたのであります。北方の海の色は青うございました。ある時、岩の上に女の人魚が上がって辺りの景色を眺めながら休んでいました。雲間から漏れた月の光が寂しく、波の上を照らしていました。どちらを見ても限りない、ものすごい波がうねうねと動いているのであります。なんという寂しい景色だろうと人魚は思いました。自分たちは人間とあまり姿は変わっていない魚や、また底深い海の中に住んでいる気の荒いいろいろな獣などと比べたら、どれほど人間の方に心も姿も似ているかしれない。それなのに自分たちはやはり魚や獣などと一緒に冷たい暗い気のめいりそうな海の中に暮らさなければならないというのはどうしたことだろうと思いました。長い年月の間、話をする相手もなく、いつも明るい海の表を憧れて暮らしてきたことを思いますと、人魚はたまらなかったのであります。そして月の明るく照らす晩に海の表に浮かんで岩の上に休んでいろいろな空想にふけるのが常でありました。人間の住んでいる町は美しいということだ。人間は魚よりもまた獣よりも人情があって優しいと聞いている。私たちは魚や獣の中に住んでいるが、もっと人間の方に近いのだから、人間の中に入って暮らされないことはないだろう。と人魚は考えたのであります。その人魚は女でありました。そして身持ちでありました。私たちはもう長い間、この寂しい話をするものもない北の青い海の中で暮らしてきたのだから、もはや明るい賑やかな国は望まないけれど、これから生まれる子供にこんな悲しい頼りない思いをせめてもさせたくないものだ。子供から別れて一人寂しく海の中に暮らすということはこの上もない悲しいことだけれど、子供がどこにいても幸せに暮らしてくれたなら、私の喜びはそれに増したことはない。人間はこの世界の中で一番優しいものだと聞いている。そしてかわいそうなものや頼りないものは決していじめたり苦しめたりすることはないと聞いている。一旦手付けたなら決してそれを捨てないとも聞いている。幸い私たちはみんなよく顔が人間に似ているばかりでなく、胴から上は全部人間そのままなのであるから、魚や獣の世界でさえ暮らされるところを見れば、その世界で暮らされないことはない。一度人間が手に取り上げて育ててくれたら、決して無慈悲に捨てることもあるまいと思われる。人魚はそう思ったのでありました。せめて自分の子供だけは賑やかな明るい美しい町で育てて大きくしたいという情けから、女の人魚は子供を丘の上に産み落とそうとしたのであります。そうすれば自分はもう再び我が子の顔を見ることはできないが、子供は人間の仲間入りをして幸福に生活をするであろうと思ったからであります。遥か彼方には海岸の小高い山にある神社の灯火がちらちらと波間に見えていました。ある夜、女の人魚は子供を産み落とすために冷たい暗い波の間を泳いで陸の方に向かって近づいてきました。海岸に小さな町がありました。海にはいろいろな店がありましたが、お宮のある山の下に小さなろうそくを商っている店がありました。その家には年寄りの夫婦が住んでいました。おじいさんがろうそくを作って、おばあさんが店で売っていたのであります。この町の人や、また付近の漁師がお宮にお参りをするときに、この店に立ち寄って、ろうそくを買って山へ登りました。山の上には松の木が生えていました。その中にお宮がありました。海の方から吹いてくる風が松の梢に当たって、昼も夜もゴーゴーと鳴っています。そして毎晩のようにそのお宮に上がったろうそくの日陰がちらちらと揺らめいていますのが、遠い海の上から望まれたのであります。ある夜のことでありました。
おばあさんはおじいさんに向かって、私たちがこうして暮らしていけるのもみんな神様のおかげだ。このお山にお宮がなかったら、ろうそくは売れない。私どもはありがたいと思わなければなりません。そう思ったついでに、お山に登ってお参りをしてきます。と言いました。本当に、お前の言う通りだ。私も毎日、神様をありがたいと心でお礼を申さない日はないが、つい用事にかまけて、たびたびお山にお参りも行きもしない。いいところに気がつきなされた。私の分もよくお礼を申してきておくれ。と、じいさんは答えました。おばあさんはとぼとぼと家を出かけました。月のいい晩で、昼間のように外は明るかったのであります。お宮へお参りをして、おばあさんは山を降りてきますと、石段の下に赤ん坊が泣いていました。かわいそうに捨て子だが、誰がこんなところに捨てたのだろう。それにしても不思議なことは、お参りの帰りに私の目に留まるというのは、何かの縁だろう。このまま見捨てていっては、神様の罰が当たる。きっと神様が私たち夫婦に子供のないのを知ってお授けになったのだから、帰っておじいさんと相談をして育てましょう。と、おばあさんは心の中で言って、赤ん坊を取り上げると、かわいそうにかわいそうに。と言って、家へ抱いて帰りました。おじいさんはおばあさんの帰るのを待っていますと、おばあさんが赤ん坊を抱いて帰ってきました。そして、一部始終をおばあさんはおじいさんに話しますと、それは、まさしく神様のお授け子だから、大事にして育てなければ罰が当たる。と、おじいさんも言いました。二人はその赤ん坊を育てることにしました。その子は女の子であったのであります。そして、胴から下の方は人間の姿でなく、魚の形をしていましたので、おじいさんもおばあさんも話に聞いている人魚に違いないと思いました。これは人間の子じゃないが、と、おじいさんは赤ん坊を見て頭を傾けました。私もそう思います。しかし人間の子でなくても、なんという優しい、可愛らしい顔の女の子でありましょう。と、おばあさんは言いました。いいとも、何でも構わない。神様のお授けなさった子供だから、大事にして育てよう。きっと大きくなったら利口ないい子になるに違いない。と、おじいさんも申しました。その日から二人はその女の子を大事に育てました。子供は大きくなるにつれて、黒目がちな美しい髪の毛のつやつやとしたおとなしい利口な子となりました。娘は大きくなりましたけれど、姿が変わっているので恥ずかしがって顔を出しませんでした。けれど、一目その娘を見た人は、みんなびっくりするような美しい器量でありましたから、中にはどうかしてその娘を見ようと思って、ろうそくを買いに来たものもありました。おじいさんやおばあさんは、うちの娘は内気で恥ずかしがり屋だから、人様の前には出ないのです。と言っていました。奥の間でおじいさんはせっせとろうそくを作っていました。娘は自分の思いつきできっと絵を描いたらみんなが喜んでろうそくを買うだろうと思いましたから、そのことをおじいさんに話しますと、ほんならお前の好きな絵を試しに描いてみるがいい。と答えました。娘は赤い絵の具で白いろうそくに魚や貝やまた海草のようなものを生まれつき誰にも習ったでもないが上手に描きました。おじいさんはそれを見るとびっくりいたしました。誰でもその絵を見るとろうそくが欲しくなるように、その絵には不思議な力と美しさがこもっていたのであります。うまいはずだ。人間ではない人魚が描いたものだもの。と、おじいさんは感嘆して、おばあさんと話し合いました。絵を描いたろうそくをくれ。と言って、朝から晩まで子供や大人がこの店先へ買いに来ました。果たして絵を描いたろうそくはみんなに受けたのであります。すると、ここに不思議な話がありました。この絵を描いたろうそくを山の上のお宮にあげて、その燃えさしを身につけて海に出ると、どんな大嵐の日でも決して船が転覆したり、溺れて死ぬような災難がないということがいつからともなく、みんなの口々に噂となって上りました。
海の神様を祀ったお宮様だもの。きれいなろうそくをあげれば、神様もお喜びなさるのに決まっている。と、その町の人々は言いました。ろうそく屋では絵を描いたろうそくが売れるので、おじいさんは一生懸命に朝から晩までろうそくを作りますと、傍らで娘は手の痛くなるのも我慢して赤い絵の具で絵を描いたのであります。こんな人間並みでない自分をもよく育て可愛がってくださったご恩を忘れてはならない。と娘は優しい心に感じて大きな黒い瞳を潤ませたこともあります。この話は遠くの村まで響きました。遠方の船乗りやまた漁師は神様に上がった絵を描いたろうそくの燃えさしを手に入れたいものだというので、わざわざ遠いところをやってきました。そしてろうそくを買って山に登り、お宮に参拝して、ろうそくに火をつけて捧げ、その燃えて短くなるのを待って、またそれをいただいて帰りました。だから夜となく昼となく、山の上のお宮には、ろうそくの火の絶えたことはありません。ことに夜は美しく、灯火の光が海の上からも望まれたのであります。本当にありがたい神様だ、という評判は世間に立ちました。それで急にこの山が名高くなりました。神様の評判はこのように高くなりましたけれど、誰もろうそくに一心を込めて描いている娘のことを思うものはなかったのです。したがってその子をかわいそうに思った人はなかったのであります。娘は疲れて、折々は月のいい夜に窓から頭を出して、遠い北の青い青い海を恋しがって涙ぐんで眺めていることもありました。ある時、南の方の国からヤシが入ってきました。何か北の国へ行って珍しいものを探して、それをば南の方の国へ持って行って金儲けをしようというのであります。ヤシはどこから聞き込んできましたか、またはいつ娘の姿を見て本当の人間ではない、実に世にも珍しい人魚であることを見抜きましたか。ある日のこと、こっそりと年寄り夫婦のところへやってきて、娘にはわからないように大金を出すから、その人形を売ってはくれないかと申したのであります。年寄り夫婦は最初のうちは、この娘は神様のお授けだから、どうして売ることができよう。そんなことをしたら罰が当たると言って承知しませんでした。ヤシは一度二度断られても懲りずに、またやってきました。そして、年寄り夫婦に向かって、昔から人魚は不吉なものとしてある。今のうちに手元から離さないときっと悪いことがある。と、まことしやかに申したのであります。年寄り夫婦は、ついにヤシの言うことを信じてしまいました。それに、大金になりますので、つい金に心を奪われて、娘をヤシに売ることに約束を決めてしまったのであります。ヤシは大層喜んで帰りました。いずれそのうちに娘を取りに来ると言いました。この話を娘が知ったとき、どんなに驚いたでありましょう。内気な優しい娘は、この家を離れて、幾百里も遠い知らない暑い南の国に行くことを恐れました。そして、泣いて、年寄り夫婦に願ったのであります。私は、どんなにも働きますから、どうぞ知らない南の国へ売られていくことを許してくださいまし。と言いました。しかし、もはや鬼のような心持ちになってしまった年寄り夫婦は、何と言っても娘の言うことを聞き入れませんでした。娘は部屋の内に閉じこもって、一心にろうそくの絵を描いていました。しかし、年寄り夫婦はそれを見ても、いじらしいとも哀れとも思わなかったのであります。月の明るい晩のことであります。娘は一人波の音を聞きながら、身の行方を思うて悲しんでいました。波の音を聞いていると、なんとなく遠くの方で自分を呼んでいるものがあるような気がしたので、窓から外を覗いてみました。けれど、ただ青い青い海の上に月の光が果てしなく照らしているばかりでありました。娘はまた座ってろうそくに絵を描いていました。するとこの時、表の方が騒がしかったのです。いつかのヤシが、いよいよその夜、娘を連れに来たのです。大きな鉄格子のはまった四角な箱を車に乗せてきました。その箱の中には、かつて虎や獅子やヒョウなどを入れたことがあるのです。
この優しい人魚も、やはり海の中の獣だというので、虎や獅子と同じように扱おうとするのであります。もし、この箱を娘が見たら、どんなにたまげたでありましょう。娘は、それとも知らずに、下を向いて絵を描いていました。そこへ、おじいさんとおばあさんが入ってきて、さあ、行くのだ、と言って、連れ出そうとしました。娘は、手に持っているろうそくに、せき立てられるので絵を描くことができずに、それをみんな赤く塗ってしまいました。娘は赤いろうそくを自分の悲しい思い出の形見に2、3本残していってしまったのです。本当に静かな晩でありました。おじいさんとおばあさんは戸を閉めて寝ていました。真夜中頃であります。トントンと誰か戸を叩くものがありました。年寄りのものですから、耳さくその音を聞きつけて誰だろうと思いました。どなたとおばあさんは言いました。けれどもそれには答えがなく、続けてトントンと戸を叩きました。おばあさんは起きてきて、戸を細めに開けて外を覗きました。すると、一人の色の白い女が戸口に立っていました。女はろうそくを買いに来たのです。おばあさんは少しでもお金が儲かるなら、決して嫌な顔つきはしませんでした。おばあさんはろうそくの箱を出して女に見せました。その時、おばあさんはびっくりしました。女の長い黒い髪がびっしょりと水に濡れて月の光に輝いていたからであります。女は箱の中から真っ赤なろうそくを取り上げました。そしてじっとそれに見入っていましたが、やがて銭を払って、その赤いろうそくを持って帰っていきました。おばあさんは明かりのところでよくその銭を調べてみますと、それはお金ではなく貝殻でありました。おばあさんは騙されたと思うと怒って家から飛び出してみましたが、もはやその女の影はどちらにも見えなかったのであります。その夜のことであります。急に空の模様が変わって、近頃にない暴風雨となりました。ちょうどヤシが娘を檻の中に入れて船に乗せて南の方の国へ行く途中で沖合にあった頃であります。近頃にない大暴風雨となりました。この大暴風雨では、とてもあの船は助かるまい、とおじいさんとおばあさんはふるふると震えながら話をしていました。夜が明けると沖は真っ暗でものすごい景色でありました。その夜、難破をした船は数えきれないほどでありました。不思議なことに赤いろうそくが山のお宮に灯った晩は、どんなに天気が良くてもたちまち大嵐になりました。それから赤いろうそくは不吉ということになりました。ろうそく屋の年寄り夫婦は神様の罰が当たったのだと言って、それぎりろうそく屋をやめてしまいました。しかし、どこからともなく、誰がお宮にあげるものか、毎晩赤いろうそくが灯りました。昔はこのお宮に上がった絵の描いたろうそくの燃えさしを持ってさえいれば、決して海の上では災難にかからなかったものが、今度は赤いろうそくを見ただけでも、そのものはきっと災難にかかって海に溺れて死んだのであります。たちまちこの噂が世間に伝わると、もはや誰も山の上のお宮に参拝するものがなくなりました。こうして昔新たかであった神様は、今は町の鬼門となってしまいました。そしてこんなお宮がこの町になければいいのにと恨まぬものはなかったのであります。船乗りは沖からお宮のある山を眺めて恐れました。夜になると北の海の上は常しえにものすごうございました。果てしもなくどっちを見回しても高い波がうねうねとうねっています。そして岩に砕けては白い泡が立ち上がっています。月が雲間から漏れて波の表を照らした時は、まことに気味悪うございました。真っ暗な星も見えない雨の降る晩に、波の上からろうそくの光が漂って、だんだん高く登って山の上のお宮を指してちらりと動いていくのを見たものがあります。幾年も経たずして、その下の町は滅びてなくなってしまいました。